baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図西へ東へ見つけたよ心が Yes like my home my home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。最近はねもうすごく忙しくてね、僕ユータもちょっと癒しが欲しいなと思ってきたわけですよね。で、すごいね娯楽をしてる友達に聞いたんですよ。なんか忙しくてもちょっとの時間でこう癒されることってないって聞いたら、いやホカンスしなよって言われて、ホカンスってみんな知ってる？ホカンスって今こういうコロナの時期でまあどこも行けないわけじゃん。なんでホテルでバカンスするっていうのを組み合わせてホカンスって言うんだって。韓国では。日本でもそうなんかわかんないんだけど、なのでねめっちゃいいじゃんってなって、今度本当に1日でも休みがあれば1泊2日で行ってやろうかなと思っております。はい、そんな僕ゆうたです。それでは今週の1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 でマジックカーペットライド。 Yuta at home NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。まずは前回出題したユータクイズの正解から発表していこうと思います。僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画ですね。問題はですね、僕ユータがアルバムスティッカーの中で一番好きな曲は何でしたね。ヒントはですね、3択出しましたね僕はね。1番レモネード、2番マジックカーペットライド、3番スティッカーということでしたが、まあこれは簡単だったと思いますよ。正解はですね1番のレモネードですね。まあレモネード好きな理由がなんていうの、これだって思ったんだよね。この曲が NCT127 っぽいって俺は思ったし、すごいこの曲の構成もすごい好きだし、なんかこうバッていくとこはあんまないんだけど、こう一定リズムですごいこうビート刻んで、わかる、そうたまにはこう A メロで何か変わってバーンブリッジバーンみたいなのもありなんだけど、最近まあ多いじゃん洋楽とかもずっと同じ構成でいって終わるみたいなね。そういう曲最近好きなんですよね僕。なのでレモネードを選択しました。はい、クイズに正解された方には抽選でスティッカーをプレゼントします。当選の発表は発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしておいてください。それではここで次の問題です。じゃじゃん。最近ゆうたが朝起きて絶対に飲むものはですね。これね難しいよね。難しいんですけど水とかではないですよ。ちなみに、ヒントは俺青汁飲むって言ってたじゃん。青汁は卒業しました。はい、青汁ではありません。なんですけどすごい健康にいいもので、韓国ならではのものだね。日本ではあんま飲まないかもね。でもこのクイズはですねちょっとピンポイントで当てるのは多分すごく難しいと思うので、なんかこういった感じとかそうちょっとニュアンスが合ってたら OK としますので、はい、皆さん名前は当てなくて大丈夫です。例えば韓国のこういうものだよねみたいなのでも全然何でも OK です。メッセージとね Twitter で皆さんの答えをお待ちしていますので、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。Twitter の本文にはお名前や住所は書かないでください。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。皆さんどんどんご応募ください。さてゆうたクイズでニューアルバムスティッカーの話が出たということで、先週にね引き続き今週もやっていきたいと思います。題してゆうたが選ぶスティッカーの秋。食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、もうたくさんありますよ秋は。
いろいろなね、秋がありますが、このラジオを聴いている皆さんにはスティッカーの秋にしてほしいということでですね、秋にありがちなシチュエーションとそれにぴったりな曲を僕ゆうたがアルバムスティッカーの中から選んで紹介していこうと思います。では、ゆうたが選ぶスティッカーの秋。シチュエーションその1、夜更かししがち。まあね、秋の夜長を言い訳につい夜更かしをしてしまう秋。負けず嫌いの翔太郎がなかなかゲーム対決やめさせてくれない時にぴったりな曲といえば、これね、僕すごい迷ったんですよ。もう寝れない時はもう逆にテンション上げて寝ずにいっちゃえみたいな時もあれば、でもね、やっぱみんなに紹介するのでね、みんなにはね、ぐっすり寝てほしいということでですね、マジックカーペットライトを皆さんにおすすめしたいと思います。まあこの曲は今回のスティッカーのね、アルバムの中で比較的こうバラードで落ち着いた曲ですし、やっぱりね、寝れない時っていうのはこういう落ち着いた曲を聴いて心をね、落ち着かせてほしいなと思うのでね、これ皆さんにおすすめしたいと思います。まあ最近翔太郎さんとはゲームしていますかという質問ありますかね。最近ね、たまたまちょっと時間があって翔ちゃんとね、こう相変わらずのね、スマブラをねしたんですけど、本当に翔ちゃんはね、ブラッドピット一択でですね、10戦ぐらいしたんですけど、もう全部ボッコボコにしてやりました。はい。まあそんな翔ちゃんにもですね、この曲を聴いて心を落ち着かせてほしいなと思いますね。はい。じゃあ次行きます。シチュエーションその2、なんとなく人恋しくなりがち。木々が色づき、冷たい風も吹き始めると、なぜか人恋しくなる季節。本当にあるよね。何なんだろうこれ。定期的に来るよね。このなんか秋ってずるいよね。秋ってずるい。本当にずるい。そしてあっという間にクリスマス。そうなんだよね。夏でまあなんとかやっていって暑いなみたいな。でも夏ってテンション上がるからやって、秋が来て急にあれ寒くなってきたみたいな。人肌恋しくなってきたってなって、そのままイルミネーションですよ。一人の時の絶望感ね。半端じゃないよねあれ。せこいよってか寂しいよ。すいません、なんか、恋がしたくなった時におすすめのアルバムのスティッカーの曲ですね。これはですね、ザ・レイニーナイトを皆さんにおすすめしたいと思います。まあこの曲は、ジェヨンとジョンとドヨンとテイリヨンとヘちゃんかな、5人で歌っている曲だと思うんですけど、なんかすごくこの秋の寒くなって少し切ない雰囲気と、5人のねボーカルの声がすごく合うんじゃないかなと思って選ばさせていただきました。逆に悲しくなるか、こういう曲聴いたら。まあいっか。今年の秋はね、こうちょっとこうおとなしめの曲を聴いて皆さん心をね落ち着かせてほしいなと思います。そう、もうとりあえず冷静でいいよみんな。興奮しちゃダメ。わかった？ではゆうたが選ぶスティッカーの秋 BGM、その3ですね。外に出かけたくなりがち。ドライブの秋、旅行の秋。そして秋といえば昔は遠足もありました。あったね。遠足あったね。そんなアクティブなお出かけにぴったりなアルバムスティッカーの曲といえば、これはですね、ドリーマーという曲を皆さんにお勧めしたいと思います。まあ、選んだ理由というのは、なんかこの曲すごく元気出ますよね。今回のスティッカーのアルバムの中でも一番こうポップな感じの曲なんじゃないかなと思いますね。なんでこうドライブする時もね、僕よく聞くんですけど、僕が好きだっていうだけの理由です、この曲は。はい。なので皆さんにもねおすすめしたい一曲になってます。遠足のおやつの思い出はありますか？遠足のおやつの思い出はあるね。僕らが中学の時はなんか500円以内の何でも持ってきていいよみたいな感じがあったんだよね。で、母とか父からそのお金をもらって友達と買いに行った記憶があるな。懐かしいな。でもね、俺ね一つ後悔してることがあるのよ。小6くらいかな。小6くらいますっごい中二病を発動したのね。なのでこうバスでさ、みんなこうなんかゲームとかするじゃん。する時も俺ずっと窓見て超クールぶってたんだよね。今思えばマジで楽しんどきゃよかったなって思ってます。はい。なんかそういうね遠足の淡い記憶もありますけど、はい。ということでゆうたが選ぶスティッカーの秋、アルバムスティッカーが皆さんの秋を彩ってくれていると、僕ゆうたも嬉しいです。アルバムの感想もぜひ番組まで送ってください。それでは、ここで一曲、曲を皆さんに紹介したいと思います。バンプスでエンジョイトリップ。
お送りしたのはパンプスでエンジョイトリップ。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネームムースさん。ゆうたくんただいまお帰り。私は今大学4年生です。家にいることが多く愛犬と過ごす時間が増えました。いいね。私は犬が大好きでよくよしよししてあげたくなるのですが、一方で彼はいつも塩対応で少し寂しいです。そんな私の愛犬はサザエさんの曲を聴くと毎回吠えるんです。すごい。なぜ吠えるかは不明です。だよね。ですが私たちから見ると歌っているようにも見えて、その姿がとても可愛いです。そこで質問なのですが、ゆうたくんの実家にもラプンチェルいますね。ラプちゃんね。ラプちゃんは私の愛犬のように歌ったりしますか？何か変わったことや面白いことはしますか？もしあったら聞きたいです。早くコロナが落ち着いてゆうたくんがラプちゃんを、抱っこしてあげられる日が来ますように。ありがとうございます。本当にね、終わったらすぐ抱っこしてインスタ載せます。そして私も NCT に会える日まで楽しみにしています。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。ずっと応援しています。ありがとうございます。うちのねラプちゃんすごい、前も言ったよね、魔性の女なんだよね。すっごくお高く止まってんだよね。俺のことをもう下に思っちゃってるから、2012年にラプちゃんは来たんだよね。で俺2012年に韓国に旅立ってるから、ラプちゃんの中でのスタンスが、お前後から来たのに何ずうずうしくソファに座ってんだよみたいなね、そんな感じなのラプちゃんは。だから俺はいつもラプちゃんに説明するんだよね。違うよって、僕は1995年からここの家に住んでたんだよっていうのをね、一から説明してあげてるんですけど、毎回ね忘れてる。毎回睨みつけられる。1週間とかしか入れないから、まあ友達に会ったりなんやかんやしたら3日ぐらいしか言えないからってなったら、ラプちゃんと距離をこう詰める方法を考えないといけないわけですよね。なので僕は本当にラプちゃんが欲しがるものを何でもあげます。もう何でもあげる。もういつも母に怒られるんですけどね。まあコロナが落ち着いたらね、ラプちゃんの変わった一面をね、僕もね一回ちょっと発見してあげようかなと思いますね。ということで次いきます。ラジオネーム草尾上杉さん。毎週心地いいゆうたくんの声に癒されてラジオの時間だけ現実逃避しています。質問です。私は10月が誕生日なんですが、誕生日といえばケーキですね。小さな時に食べた後大量にリバースして、その辛さのせいで、それから生クリームのケーキを食べられなくなりました。ありがち。俺のお姉ちゃんもそうやった気すんな。ゆうたくんももうすぐお誕生日ですね。そうだね。お誕生日に何か思い出に残る出来事はありましたか？よかったらぜひ聞かせてください。カムバのたびにかっこよさが毎回更新されていて、ゆうたくんが夢見る世界をこれからも一緒に見たいです。ありがとうございます。ついてきてください。そうだね、思い出に残ってる誕生日か。まあでも誕生日はすごく思い出に残ってることばかりで、メンバーからのサプライズもそうだし、ちなみに僕がこう誕生日プレゼントで家族母と父からもらったプレゼントの中で一番嬉しかったのはプーマのジャージですね。わかるかなこれ。僕らが中学の頃はね、こうジャージが流行ってたんだよね。ナイキだったりでプーマだった気がするんだけどね。プーマのジャージがすごく流行ってて、でもそれ上下セットで確かね2万ぐらいしたんだよね。ですごく高くて、中学の時ってそんなお金ないからさ買えないじゃんなかなか。でうちの家族もすごくこう結構厳しくて、誕生日プレゼントもいくらまでみたいな決まってたの。なんでいやこれ絶対もらえないなみたいな思ってたんだけど、なんでか知らないんだけど、その誕生日はそのプーマのねちょっとお高いジャージをくれたんですよね、母と父が。なのでその時はすごく嬉しかったですね。はい。まあそんな僕ゆうたがですね、今ではこう世界中のファンのみんなから、お祝いをいただいてすごく嬉しいです。感謝しています。毎年ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。ちゃっかり。はい。ラジオネーム Q さん。ゆうたくんただいまお帰り。このラジオを楽しみに毎日頑張っています。ありがとう。僕は高校1年生の男子シズニーです。高校1年生か。2年前にレギュラーのミュージックビデオを見てシズニーになりました。NCT で K-POP に興味を持ち、今では僕の憧れ夢になりました。僕はゆうたくんみたいなアイドルになりたいです。
俺みたいなアイドルになりたいの、とても難しく大きな夢だとは分かっていますが、夢に向かってダンスを頑張ったり韓国語を勉強したり、すごいね。努力するのはとても楽しいです。いいことだ。努力するのが楽しいってすごいことだよ。そこでゆうたくんに応援してほしいのです。僕の名前は Q というので Q 頑張ってファイティンって言ってほしいです。これからも応援しています。嬉しいですね。これは高校1年生の時に俺ちょうど韓国に行ったからね、すごい感慨深いですね。なんか俺みたいになりたいって言われるのがすごく嬉しくもあり恥ずかしくもあり、本当に俺でいいのみたいなのも思いつつね、本当に嬉しく思ってます。はい。しかも努力が楽しいって本当に一つの才能だと思うし、これからね Q 君がどうなっていくかは分かんないんですけど、自分の夢に向かってね頑張っていってほしいなと思います。はい。 Q 頑張れよ、ファイティン。本当に自分の夢を叶えてほしいなと思います。皆さんメッセージたくさんありがとうございました。やっぱメッセージ読むの面白いね。普段自分があんま考えてないこととかさ、正直ラプちゃんのこともここで今思い出しても、そうだラプちゃんいたわみたいなね、ありがとうございます。さてでは続いての曲いきたいと思います。 NCT127 で Promise You。NCT127 ゆうたのゆうた at home。 Yuta at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか。今回も、前回に引き続いて様々なシチュエーションで今回のねアルバムの曲を皆さんにご紹介したんですけど、本当にたくさんのジャンルの曲で、出来上がっていてですね、みんなにも楽しんでもらえると思うので、たくさんのねシチュエーションに合わせて皆さんも聴いてほしいなと思います。これはね僕が一応選んだ BGM なんですけど、それはね皆さんが合わせてカスタマイズしてくれたらいいんでね、とりあえずね、今回のアルバムねたくさん聴いてたくさん応援してほしいなと思います。はい。皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に皆さんぜひ遊びに来てください。それではバイバイ。 Think about 내 별이 잠시 되지 않아 정말. 나도 환하게 널 만들어 저 세계 영화라는 거 지구 말로는 그걸 LV. 네 맘이 시키는 대로 말했던 대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 빡빡 sugar. 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 빡빡 믿어. 너만 그래도 돼. 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 너 꼭 붙어 있어봐. Like a sticker. 내 작품의 주인공은 너니까. This program was brought to you by Sumato News. 사랑한단 말 말고 아껴줘. 내 맘을 받아서 왼손 섣불리 말고 세게 붙인 노래 I'm falling off. 깜짝심이 쏟아지네. Who put that all together? I'm the sticker for your love. 그니까 보인다면 들린다면 바로 대답해 like baby. 이끌리는 느낌새. Talk about 너의 중요한スマートニュース限定バージョン NCT127 ゆうたのゆうたアットホームへようこそ。今回がラストです。今日はこんな企画をやっていこうと思います。クイズ、これ誰の NCT。 これから NCT127 のあるメンバーの特徴を N から始まる言葉と C から始まる言葉と T から始まる言葉で紹介していきます。リスナーの皆さんは誰のことを言っているのかを当ててみてください。では参ります。 N 泣く子も黙る。 C クールで生かした男。 T TY トラック。言っちゃったわ。ごめん。クイズでも何でもなかった。答え言ったわ。さあ分かったでしょうか皆さん。これ難しいよ。泣く子も黙るクールな男 TY トラックですからね。
皆さん分かりましたか？これ超難しいと思うけどね、これ当てた人ほんと天才だと思う。正解はですね、低音です。はい。すいません、答え言ってしまいました。はい。まあ以上、ゆうた通信でした。ではみんな、いってらっしゃい。バイバイ。T.O. Track